チェコスロバキアの夢。それは、オーストリアからの独立を求める2つの民族により始まった。やがて第一次世界大戦が始まると、トマーシュ・マサリクらが国民委員会を結成したが、この世界では、中央同盟が勝利したために、その夢はついえてしまうことになる。そして1936年、ボヘミアは独立した権利を手に入れたが、未だにドイツ人の庇護下であり、スロバキアは未だにトランスライタニエンの一部である。立て、チェコスロバキアの国民よ、自由と独立のために戦うのだ。ハローエブリワン、今日はカイザーリダックスをやっていくよ。このチャンネルでは3回目の登場だね。今回は好きな国家で遊んでいいってキリタンたちが言ってたから、おそらく一番コンテンツが多いボヘミアで遊んでいくよ。現時点ではオーストリアの属国だね。それじゃあ早速遊んでいこう。ということでボヘミアにやってきたよ。この国家はオーストリアの傀儡状態だけど、欧州有数の工業地帯なだけあって、初期からそこそこの国力があるね。さらに陸軍も11師団いるよ。現在の国家元首は首相のトマーシュ・マサリク。帝国に反対的な人物で、史実のチェコスロバキアの初代大統領でもあるけど、この世界では帝国の連邦化改革の際にチェコ人と帝国の妥協でリーダーになったよ。ちなみにボヘミアは民主的な選挙もあって、いろんな政党が勢力を伸ばしているみたいだね。領内の課題としては、ドイツ系ボヘミア人に関するものと、プラハなどの大都市と田舎の経済格差が主にあるよ。逆に都市ではジュコダ財閥を筆頭とした屈指の軍需産業と優秀な大学施設も存在するよ。そのため中小国にもかかわらず、ボヘミアには陸軍の実験施設があります。ちなみにボヘミアの強さを生かすために、今回は特別計画を増やすモッドも入れてたり、今回はあんまり触れる機会がないと思うから、概要欄のリンクからダウンロードして遊んでみてね。ということで時間を進めていこう。早速 KX 恒例の国家紹介イベントが出てきたね。どうやら10年間指導者だったマサリクの死は近づいていて、彼の死はボヘミアに大きな混乱をもたらすかもしれないよ。世界ではケレンスキー大統領が暗殺、ロシアから始まった一連の混乱でドイツ経済が崩壊してブラックマンデーが発生したよ。隣国のボヘミアにも当然デバフがやってきたね。幸い影響が少なめだから今はなんとかなりそうだね。国家方針ではチェコ人の多い地域をインフラ開発しておくよ。ちなみにボヘミアの国家方針はこんな感じ。すごい量のルートがあることがこの画面からもわかるはず。わかるよね。あとは増えすぎた軍隊に武器を供給するために宗主国さんに銃をもらうよ。オーストリアさんから銃をいただきました。自分たちが用意した武器で反乱を起こされるなんて考えてもないだろうね。そういえばボヘミアでは航空研究施設もディシジョンから建設できるよ。他国家と比べて全体的にかゆいところに手が届いてる気がするね。あ、ボヘミアの英雄マサリクが死去したみたい。彼の死によってボヘミアでは選挙が行われることになったよ。マサリクと仲の良かったカール一世も追悼の意を表明しているね。ということでここからは選挙の時間です。まずは民族主義寄りの国民民主党。この政党は今回の候補の中では一番右派で、チェコスロバキアの復活に一番意欲的だよ。次の政党は社会民主党。今度は逆に穏健左派の政党だね。そして次は農民党だよ。地方からの支持が厚い政党で、支持率もかなり高いみたいだね。あとは現在の与党の進歩党にキリスト教保守主義の人民党もいるよ。不安定な国内情勢の中、ついに選挙結果が出たみたい。5大政党はいずれも拮抗していたけど、その中で勝利したのは広がる経済格差の中、民衆から支持を集めた農民党だったよ。農民党が勝利すると大臣をイベントで選べるみたいだね。経済大臣は農業実業家の人を選んで、内務大臣は前政権からの人物を採用したよ。ということで新しい農本主義のボヘミアがここに誕生。国家元首はルドルフ・ベラン。史実では首相になったものの、ろくな目に合わなかったかわいそうな人物として知られているね。あと反ユダヤ主義の傾向があるという噂が最近広まっているよ。選挙に勝利できなかった国民民主党はどうやら崩壊しちゃったみたい。まあこの程度で崩壊するなら勝ったところでって感じだけど、それじゃあ早速ボヘミアの改革を始めていくよ。まずは領内のドイツ人問題から解決していこうかな。対応によっては内戦になる可能性もあるから早めに対処するのが吉だね。まずはドイツ人居住地域にチェコ人を移住させて、チェコ人の農民に奨励金を配布して奮起させるよ。農業に注力するのはいかにも農民党って感じ。AI もアメリカ内戦回避することあるんだ。新大陸プレイだったらリセット案件だったね。次は無難に農村のインフラ開発をしていくよ。
オーストリアからアウスグライヒに招待されたね。会談の結果次第ではスロバキアの独立もありそうだね。農業の生産をより効率化するために農業組合を設立したよ。なんで農協を作ったら電子機械の研究速度が上がるんだろう。アウスグライヒの方はハンガリーが決別したみたいで、しれっと独立して反乱の準備を始めているね。戦争に備えて自己太財閥を支援して軍需産業を伸ばしていくよ。NF でインフラと資源開発が進んでいるから装備の自給自足も可能だね。さらに個人事業を支援してブラックマンデーの影響も減らしていくよ。ちなみにこの国家独立しないとブラックマンデーのデバフを剥がすことができないです。効果が他の国家よりマシなのが救い。議会では土地と補助金の再分配を目指す男爵法案の可決を目指しているみたい。農民にとっては都合がいい法案だけど可決したらどうなるかな。あ、実業家層が大打撃を食らっちゃった。国内の貴重な産業を自ら破壊していくスタイル。目先の利益を優先しすぎたらダメだね。不作が起きた際にその農民を税金から支援する法律を制定。研究枠も手に入るみたいだね。あれ、オーストリアがハンガリーに侵攻を始めたみたいだね。ボヘミアもチスライタニエンの一員としてドナウ危機に介入するよ。ここで貢献度を稼いでスロバキアをもらおう。ハンガリー軍を包囲しながらブダペストを目指していくよ。ボヘミアの歩兵師団がブダペストに到着し、わずか数日で同地を占領。このまま補給が脆くなったハンガリー軍を攻撃していくよ。あれ、ポーランドも敵国だったんだ。ボヘミアは何も貢献していないから全土はオーストリア領になりそうだね。ハンガリーはトランシルバニア全域がルーマニアに寝返ったことでトランスライタニエンは降伏したよ。講和会議の結果スロバキアを手に入れることに成功。いつの間にかオーストリアとバルカン勢の戦争も始まってるけど参戦要請は来てないからとりあえず傍観するよ。それじゃあスロバキアを合法的に手に入れたからディシジョンからスロバキアを統合しよう。これでスロバキア全土が中核州になって国名がボヘミア・ニトラ王冠領になるよ。国旗もいい感じのデザインだね。これで独立戦争のための軍備もよりしっかり整えることができるよ。裏で1年以上注力していたドイツ人問題もついに解決。ドイツチェコ師団のデバフを除去したよ。そして地方の分断を開発によって解決しボヘミアはついに外に目を向けることができるようになったね。これで1期目の農民党政権ツリーは終わり、ここからは独立に向けて行動することができるよ。帝国の一部として残るという選択肢もあるけど今回はもちろん独立ルートに進むよ。ここからさらにチェコスロバキア主義とチェコ単体での放棄を選べるけど今回はチェコスロバキアしか選べないね。チェコ単体の場合ドイツ系のルートにも進めるようになるみたいだね。それじゃあ独立戦争を始めよう。勝利と自由のために。38年10月チェコスロバキア独立戦争が始まったよ。兵力は徴兵していた29師団に加えて独立時にポップした13師団がいるね。おそらくオーストリアの常備軍よりも兵力が多いよ。独立戦争は世界中に衝撃を与えているみたいだね。早速国境からオーストリアを攻撃、南部でベオグラード条約機構からも攻撃されているから勝利は確実だね。またチェコスロバキア共和国の結成によってスロバキアの政党も既存政党に合流しているよ。その頃チェコス軍はウィーンを包囲。さすがに首都を包囲されたという衝撃は大きくて帝国は休戦を打診。10月31日ついに独立を達成したよ。この美しいチェコスロバキアの姿を見よ。まあオーストリアの勢力圏はそのままだから依然として危険だけど独立を達成したことで新たな問題も発生したみたいだね。まずは新たに獲得したカルパとウクライナについて今回は無理やり占拠することにしたよ。しばらく現地人の反発運動が起こるだろうけど領土を失うわけにはいかないから仕方ないね。あとは国民精神にもデバフが増えていてスロバキアとの歩調の乱れと独立直後の国家のゴタゴタにも対処する必要があるね。デバフ解除のためにも独立後は各ルートごとに分岐する NF を進めていくよ。固有の軍事ツリーもこのタイミングで取得できるようになります。結構効果が強いから定期的に進めておこう。ちなみになぜか海軍ツリーもあるよ。それじゃあ早速国内問題を解決していこう。現在の共和国は皮肉にもオーストリア帝国と同じような状態になっているよ。彼らと同じ結末をたどらないように改革をしていく必要があるね。ということでまずは富の分配と称して独立に反対していた貴族から資金を徴収。やったね。これで国内が豊かになるよ。次は実用主義をもとに効率的な統治を行い貧困層の支援を全面的に行っていくよ。主にスロバキア地域のインフラが脆弱だからしっかり開発していかないとね。そして教育の分野においても中等教育を推進していくよ。これでチェコスロバキアは研究枠5枠の国家になったね。これで空軍も作れそう。スロバキア議会が独立しようとしているみたい。
NF の取得順を間違えると確実に発生するイベントだね。今回は投票を見守ることにするよ。投票の結果、スロバキア独立派が勝利したみたいだね。あなたは何も見ていない。いいね。あ、欧州で第二次世界大戦が始まったみたいだね。ドイツ帝国が東西から攻撃されている感じかな。国家方針ではカルパとウクライナの問題を解決。さらに平和的な手段でスロバキアとの統合を完了。本来ならここで全土が中核州になるよ。あとは外交 NF が解禁されるね。その前に対外拡張に向けてスロバキアを開発しよう。スロバキア経済の発展はそのままブラックマンデーの影響の脱却につながるね。そしてこのツリー最後の NF だよ。チェコスロバキアの大地は以前とは見違えるほど発展し、ブラックマンデーの影響からも不安定な国家状態からも脱却することに成功したよ。それじゃあ早速対外進出を始めていこう。絶賛周辺国は戦争中だから、これに便乗すれば広大な領土を獲得できるはずだよ。ということでまずはオーストリアから倒していこう。主導正当化もありだけど、NF でポーランドとガリツや全土を中核化できるみたいだから、先に取得しておくよ。ここでドイツ領の請求地域についてのイベントが出てきたね。いろいろ選択肢はあるけど、今回はシレジアとポーゼン、プロイセンの一部を請求してみます。これで安定度とドイツとの関係は最悪になりました。まあどっちみち世界大戦で敵は増やしたくないはずだから問題はないでしょう。それじゃあガリツヤに開戦自由をもらえる NF を取得して、オーストリアに再び宣戦布告します。開戦と同時に全師団でオーストリアを攻撃。独立戦争からさらに連度の増したチェコスロバキア兵がオーストリアの名だたる都市を占領していくよ。彼らは完全に疲弊しきっているみたいだね。まあ2年以上ずっと戦争してたらこうなるか。このまま降伏してくれると思ったけど、まだ耐えてるみたいだね。ドラーバ川が自然の要塞になってるのかな。ここはセルビアとルーマニアの通行権をもらって迂回しよう。全方向から攻撃してトリエステを占領。オーストリア帝国は無条件降伏したよ。講和会議の結果、請求領土以外にもオーストリアとハンガリーの一部を割譲。これじゃチェコスロバキアじゃなくて、もはやさっき倒した帝国そのものだね。ポーランドとチェコ回廊まで取ってるから形がかなりいびつだ。でも国力的には大国と張り合えるレベルまで成長。属国となったハンガリーとオーストリアの資源を使って軍拡していくよ。早速最新型の航空機や装甲兵員輸送車を生産しています。もう少し余裕が出たら戦車の生産を始めるよ。そういえばいつの間にかドイツとロシアが講和会議をしていたみたいだね。東欧一帯がロシア勢力圏になってるよ。ロシアに対抗するためにここで西スラブ連合を宣言していきます。ポーランドを持ってる割にチェコスロバキアは違和感があったから妥当だね。ついでにウクライナとベラルーシの全土も中核州だよ。どうやらサンディカリストと学生がプラハで暴動を起こしているみたいだね。学生運動に対して発砲するか傍観するか選ぶみたいだけど、ここで発砲するとおそらくろくなことにならないと思うから、今回はデバフを受け入れよう。私はこのゲームについて詳しいんだ。ということで世界大戦が終わる前にドイツ帝国に正当化していくよ。兵力は100万人まで増えて前線が平地だからなんとかなるでしょう。帝国協定全加盟国に告げる。即刻シレジアを返還せよ。機械化に自走砲を詰めた師団で早速攻撃。思ったより優勢だね。さすがに2年戦争している上に2正面作戦は戦勝国でも厳しいか。機械化師団の機動力でオストプロイセンを分断。そしてドイツ首都のベルリンを占領。西部ではパリが陥落しているけど、ここまで来ればもう勝てそうだね。やはり空軍が全てを解決する。ドイツ帝国が降伏寸前になったことでついに陣営が崩壊。そして帝国も我々に降伏したよ。ついにカイザーライヒの時代は終焉したね。講和会議の結果、最前線のライン川付近まで割譲できたよ。これじゃあ西スラブ連合じゃなくて中央帝国だね。本当はドイツ領は解放したくないけど、デバフが嫌だから一時的に解放。結果的に国の形がかなり美しくなったよ。もうこれで終わっていいんじゃないかな。さて1942年、選挙の時間がやってきました。結構大胆に拡張政策してたけど、ここ民主主義国家だったね。与党の農民党からはチェコとスロバキアから1人ずつ候補者がいるみたいだね。今回は表記揺れしまくってるミラン・ホッチャを候補者にするよ。ちなみに今回の選挙では奇妙な派閥を勝たせることもできるみたいだね。そして42年選挙が始まり、投票の結果再び農民党が勝利したよ。与党はそのままで国家元首がミラン・ホッチャになったね。そして選挙後の小規模な固有ツリーも解禁されるよ。早速新大統領とオープンなチェコスロバキアを目指して改革をしていこう。と言っても現在のチェコスの状況は深刻で、
西のサンディカリスト、東のロシアに挟まれています。サンディカリストは今すぐ侵攻してこないとは思うけど、ロシアは互いに請求領土が被っているから関係はかなり悪いよ。新政権は協同組合を全国に広げて、農民と労働者に恩恵を与えることにしたみたい。これで研究枠も6枠になるね。質ではロシアに勝ちたいところ。次はヨーロッパ各地の農民政党と接近し、新たなるインターナショナルを作るよ。この NF の達成で、ようやく今回のメインイベントが登場。陣営に入っていない場合、なんとホッチャと農業党の下で全欧州が中核州になります。なんか急に様子がおかしくなったぞ。他にも農業インターナショナル陣営を作ったり、中央のみで妥協する選択肢もあるよ。今回はもちろん欧州を中核化。これで西スラブ連合はヨーロッパ農業国家連合に、実態としては各地の国家を農民党与党に変えて連合に組み込むソ連スタイルかな。ちなみに傀儡国を併合したりすることはできないから、頑張って自治度を下げてね。工業力があるからインフラをたくさん建てるのがおすすめ。そして今回のルートでは、全欧州国家に開戦自由ももらえるよ。ということで陣営に入っていないオランダを攻撃。オランダはインドネシアも植民地だから資源が美味しいね。次は放っておくと面倒そうなスイスに宣戦布告。戦車で無理やりアルプスを乗り越えスイス降伏。もちろん中核州だから全土併合だよ。思ったより人的資源も工場も多いね。欧州統合を掲げる中、縦断鉄道の計画が上がってるみたい。バフがそこそこ強いから計画を受諾しておくよ。残りの国家方針も見ていくと、農民と労働者に協力を強制したり、労働組合の自立性を確保したり、各地域の自治と連邦制の導入を行ったよ。まあ欧州連合を作ったからこれは大事だよね。欧州連合にはまだまだ課題が残っているけど、健全な農業主義の繁栄の前では無力だよ。この NF の効果で安定度には一生困らなくなるね。インフラ開発で下がっていた自治度でまずは北ドイツを併合。次に南ドイツ連邦とオーストリアを併合したよ。やっぱりこれ大ドイツだな。2国の併合で人的資源にも困らなくなったし、これはそろそろ動く時かな。ということでロシア共和国に宣戦布告。ヨーロッパロシアの農民と労働者を解放するよ。ロシアは土台が腐った納屋だ。扉を一蹴りすれば倒壊するだろう。嫌な夢を見た。やっぱり大国との戦争はしっかり準備しないとダメだね。ということで改めてロシア共和国に宣戦布告。まずはバルカン半島のロシア陣営諸国を攻撃していくよ。地域大国のユーゴもルーマニアも戦車の前では無力。まずはユーゴスラビアが降伏。そして画面外でルーマニアも降伏したね。そしたらバルカン方面軍をロシア国境に動かして、今度はロシア方面で攻撃を仕掛けるよ。ガリツィアにいたたくさんの観光客を包囲したよ。最近の AI は師団を集中運用するから、こんな無茶な包囲もできちゃうんだよね。ロシアの主力師団を殲滅したから、バルバロッサ作戦張りの大攻勢を仕掛けていくよ。ベッサラビアでまたロシア軍を包囲。今度はバルトで大攻勢を実施。こんな感じで各地で包囲しながら進んでいくよ。私たちの優勢を確信したのか、日本もロシアを攻撃し始めたね。ここからは負けることもないだろうし、歩兵師団にも攻撃させるよ。そして我が軍はついにモスクワに到達した。ヨーロッパ軍に大敗した衝撃は大きく、ロシア共和国はモスクワを越えたあたりで降伏。これでヨーロッパロシアの農民は解放されたね。戦後、ロシアと同盟国の領土は日本と分割。中核州のヨーロッパ領土を直轄領にしたよ。工業力も1000を突破して超大国になったね。ロシアを打倒した今、残るは第3インターナショナル。フランスコミューンとその同盟国に宣戦布告。まあロシアの国力を吸収した今なら、西欧を支配しているインター相手でも余裕だね。早速ルール地方でインターナショナル軍を大量包囲だよ。そのままパリを占領して、サンディカリストのプライドを粉砕。フランス全土の農民を解放したよ。このまま南にスペイン、東でイタリア、西でブリテン島に攻撃を仕掛けるよ。第3インターナショナルが降伏。インターナショナルの全領土が農民インターナショナルに統合されました。あと難儀にイギリス艦隊が手に入ったのがでかい。ワーカーズネイビーはファーマーズネイビーとしてヨーロッパの主力になってもらうよ。欧州の大部分が農民と労働者の楽園となった現状ではあるけど、シチリアやギリシャは協商の援助を受けて専制政治を続けているよ。アメリカを道路にカナダに宣戦布告。新大陸の支配から欧州の農民を解放せよ。完全体アメリカでもさすがに300万の兵力で叩いたらこうなるね。首都ワシントンの陥落でアメリカが降伏。そのままカナダが降伏して協商国も崩壊したよ。まあロシアとドイツを倒せば消化試合だね。戦後、新大陸は粉々に分解して、これにてついに全欧州領土が農業党によって統一され、農業インターナショナルは世界の中心になったよ。ということで今回の動画はここまで。今回を通して、
改めてボヘミアのコンテンツ量の多さを実感したよ。あと東郷を倒すことでチェコスロバキア領東郷を形成できたりもするよ。他にも全く方向性が逆のルートだったりドイツになったりするルートもあったり、多様なルート分岐と大量のコンテンツを楽しめる KX ボヘミア、ぜひ遊んでみてね。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。